はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、カファイン、クアティオ 2TD プラス 2BA ハイブリッドモデルです。あれ発音、キファインじゃなかったの？以前からちょっと気になっていたのよ。で、今更ですけどって担当の方にメールで確認してみたところ、発音記号がこれなので、最初の KE はキじゃなくて、あとうの中間ぐらいの曖昧な音らしいのね。私たちボイスロイドにはちょっと難しい発音なので、これでも正確じゃないかもだけど、今回からこの発音で進めるわ。過去動画に関しては脳内変換でお願いします。なるほど。じゃあ、そういうことでみんなよろしくね。さて、ハイブリッドモデルクアティオのモデル名はクアッドとオーディオを組み合わせた造語ということよ。2DD プラス 2BA でクアッドだからね。ドライバー以外の特徴は3組の交換可能なチューニングノズル、精密な CNC 加工による金属ハウジング、3.5、4.4mm の交換可能なプラグ、高純度392芯、銀メッキ OFC ケーブルなど上に書いてあるの、そのまま読んじゃった。3組のチューニングノズル、クリーンの時は2組だったね。後で波形比較してみるよ。金属ハウジングは5軸精密 CNC 加工で製作。全体的に丸みを帯び、フェイスプレートは平坦ではなく、少し盛り上がっており、余計に丸みを感じます。ハウジング素材は航空アルミニウムで CNC 加工後に研磨と陽極酸化されています。片側 7.6g と金属素材の割には軽めでしょう。サイズはちょっと厚みを感じますけど、装着感に影響はなく、音漏れもほとんどありません。2機の DD は 10mmDLC が全体的な音質の解像度の基礎を確保。8mm の PC、ポリカーボネート、プラス LCP、リキッドクリスタルポリマー DD。低域をより豊かにするらしいけど、口径の小さい方を割り当ててるんだ。2つの BA は 5kg 以上がメインということなので、それ以下の帯域は DD で賄ってるのね。ジャックさんの第一印象はどんな感じでした？パワフルかつすっきりした質感、さらにスピード感があってかなり良かったよ。ノズル先端に向かってチューブを使って音を導き、正確にコントロールしているのも効果大きそう。なるほど、かなり良さそうですね。交換可能なプラグは今回が初めてだと思うけど、これは嬉しいね。1万円以上のモデルだと交換可能なプラグのバンドルが増えてるわね。クアティオは19000円ぐらいだけど、音もいいってことだし、愛も欲しいな。バンドルケーブルは上の通りしっかりしてるようだし、今回はリケーブルせず、このケーブルで視聴したんだよね。そうだよ。クアティオにはリアーチップが2つのケース内に黒ベースと白ベースの4種類バンドルされています。波形比較してみるとこうなります。4種類だけど、傾向は2通りか。バンドル1と3、2と4の組み合わせってことか。あとは装着感の合うのを選んでもらえばいいよね。そうね。で、これにいつものようにディバイナスベルベットを重ねると、6から10キロあたりの出方が中間的、低域もまあ中間と言えそうなので、視聴と音収録はベルベットを使ったよ。はい、そうなりますよね。今回は3つのチューニングノズルの違いを収録したんですよね。そう、ノズルによってレベル変化があるんで、レベル差そのままとレベル合わせした2つのグラフを並べてみた。ブラックとゴールド、変化する帯域幅が結構広めに見える。ノズル交換後のレベル差をサウンドチェックで再現してみた。ただ、ゴールドのノズルはそのままだとかなり音量差があったので、プラス1デシベルに調整してる。音調整基準はシルバーノズルね。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
はい、サウンドチェックでした。音量差が結構はっきりしていましたね。ブラックはちょっと小さめで暗めな質感。ゴールドは明るく迫力を感じました。聞き比べの際はまず音量を合わせた方が良いでしょう。収録音の比較は聞いてもらった通りで、ゴールド、ブラック、それぞれの特徴を把握してもらえたと思う。じゃあ実機での聞き比べはどうだったの？ゴールドのカーブを見ると自分には派手すぎて使わないかななんて思ってたんだけど、聞いてみると立ち上がりが速く、全体的にとても明瞭、低域はやや軽く感じる。ハイハットの刻みの粒立ち、シンバル系の鋭さなどが際立つ。ボーカルは前に出てきますよね。広いレンジで持ち上がってるからね。うるさい感じはしなかった。うるさく感じたらジャックさんは使わないもんね。そう、だから意外だった。ブラックはどうですか？音量を合わせるとブラックも普通に聞ける。普通にってどういう？ゴールドとの明るさの差はあり、声域が程よく抑えられてるけど、鋭さを残している感もある。ボーカルは少し引っ込むけど、シルキーで、これもまたいい。低域がどっしりしていて、ゴールドと聞き比べても、その差ははっきりしてる。ゴールドとブラックは、どちらも受け入れられやすくまとめてある感じ。収録音では、音量差もほぼ再現しちゃったから、あまり感じなかっただろうけどね。レベル合わせ後の比較では、シルバーノズルと低域以外、ほぼ同じに見えますからね。ああ、ほんとだ。で、基準にしたシルバーはどうなの？もちろん、これが一番無難な選択ではある。まず、これで一定時間聞いた後、2つのバリエーションを試すといいんじゃないかな。じゃあ、最後にクアティオの全体的な印象は？シルバーノズル中心の印象になるけど、低域の安定感とやや分離して聞こえる感じが抜群にいい。量感はしっかりあるし、輪郭もはっきりしてる。まさに、ゴールドとブラックの中間的な出音だと思う。中域をあまり落とさず、3キロ付近に小さめなピークを作り、その先 3.5 キロあたりでちょっと落として、そのまま7キロ付近のピークへ。2キロ過ぎから基準ラインを一度も下回らないチューニングで、中高域は平均的に明瞭。全体的にサウンドがクリアーで、空間にも余裕があって、トランジェントの速さを印象付けられた。視察音は多少感じたけど、高域の抜けもいい。これに、チューニングノズルのバリエーションがある。どのノズルもいいと感じたけど、ベースとなる性能の良さのおかげなのだろう。ウォーム系が好みな人には、ブラックのノズルでギリギリ合うかなぁと思ったりもする。なので、クアティオは多くの人の好みに対応できるんじゃないかと思うよ。ほんと、クアティオいいですね。買っちゃおうかな。後でもう一回試聴してから決めます。ジャックさんもアイもかなり気に入ったようだね。私も後で聞いてみようと。はい、ということで、カファインの 2DD プラス 2BA ハイブリッドモデル、クアティオのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。